こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は大雪の中行く秋田グルメと温泉の旅を徹底紹介いたします。遠すぎてなかなか行けないと思っていた秋田は、実は行きやすく唯一無二の絶景グルメ、混浴露天温泉などとてつもない魅力あふれる観光地だったことが分かりました。まさかの大雪や祭りに遭遇するという奇跡のハプニング体験もできて最高に楽しめました。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。日本海に面した秋田県、人口は91万人、秋田市が県庁所在地です。日本一水深の深い田沢湖や日本海に突き出し生ハゲで有名な男鹿半島、乳頭温泉など自然と温泉が有名で隠れた景勝地も多く、四季折々の見どころがあります。また稲庭うどんやきりたんぽ、比内地鶏などご当地グルメも絶品。内陸部では低温のため、同じ日本海側の山形県や新潟県と同様に県内陸部のおよそ 90% の地域が特別豪雪地帯に指定されており、雪が多く降り積もりやすい県であります。冬期間の日照時間は全都道府県の中で最も少なく、そのことから肌の色の白さが際立つ世界三大美人の一人、小野小町を代表する秋田美人が有名です。美容・理容サロンが人口1万人あたり全国1位で、身なりをきれいにする人が多いとか。秋田県は日本酒の1人当たりの消費量がいつも上位です。そんな秋田の日本酒も楽しみの一つ。心も体も癒される魅力的な秋田の観光スポットへ行きましょう。秋田着いた。道の雪です。 Welcome to 秋田。レンタカーを借りに行きます。飛行機で秋田に来た場合はレンタカーが欠かせないと思います。秋田市内まではリムジンバスで行きますよ。はい、なんとですね、昨日までは雪なかったらしいんですけど、昨日にガッと降って結構積もったらしいんですよね。ちょっと安全運転に行きたいと思うんですけど、まずはですね、男鹿半島ですねにありますお食事亭美濃幸っていうところなんですけどね、マダイのなんか石焼きとかね、もうここでしか食べられないうまいものがありそうで、今電話したらやってるとのことだったので、ここ安全運転でちょっと行きたいと思います。こっちから入るみたいですね。何これ、すごい味の甘みが凝縮されてて、めちゃくちゃ美味しいですね。初めてこんな味食べました。刺身もうまっ。次はお茶漬け風にしていただきます。優しいのに濃厚やな。何やろこれ、初めて食べる味。いやー美味しかったですね。もうこれ食べるだけのためにね、秋田来てもいいかなっていうぐらいです。絶対おすすめです。近くに観光スポットがあるので見てみたいと思うのですが、はい、あれがね行こうと思ってた入道先とかなんですけど、もうこんな状態なんでね、さすがにそこの先行くのは危険ですね。めっちゃ綺麗やったんで降りてみました。おーすごいな。さあ秋田の男鹿半島で見逃せないポイント、また行きたいと思います。まだまだありますよ。関金堂ちょっと見たいなと思ってたのにな。どっから行くんやその関金堂に。流紋岩と溶岩が波の浸食と土地の隆起によってえぐられてきた男鹿半島で最大の高さを誇る海食洞窟ですということで、これどっから行くんやろ。
ここはそのカンカネ堂の駐車場のはずなんですけどね。なんとね、ここカンカネ堂の駐車場なんですけど、調べてみるとカンカネ堂の駐車場からはカンカネ堂にアクセスできないということで、一体どういうことなんですか。じゃあカンカネ堂の駐車場っておかしくね。この謎を秋田県の方教えてください。さあやってまいりました。生ハゲです。神様ですよ。化け物ではありません。ユネスコ無形文化遺産登録されております。オガの生ハゲでございます。生ハゲもインパクトありましたが、次もインパクトがありそうなんで行ってみます。うおー、とんでもない風が。これがゴジラの力なのか。というわけでゴジラ際にやってまいりました。今現在地ここで歩いていったゴジラ岩がねあるということで、これマジで歩いていくんか。あ、でも誰か歩いていったような跡があるな。そこまでして見るべき岩なんか。あ、ゴジラや。ゴジラ。まだまだ絶景スポットが続きますよ。こちら宇野崎海岸にやってまいりました。海岸ね特徴的で、宮崎で見たね鬼の洗濯岩みたいな感じになってますね。なかなか絶景です。はい、ちょっとね運転も疲れたんで、この道の駅小ヶ原というところにやってまいりました。小賀ジェラートとかねあるみたい。松ぼっくり特製って書いてます。嘘でしょ。今日2月15なんですけど、2月15、16休館日ってなってます。なんで臨時休業。道の駅とか休むことあるんや。マジか。なんてこと。またモーリーチャンネルあるあるが発動してしまいました。秋田駅から徒歩どれぐらいでしょう。4分ぐらいですか。クランプラザホテル秋田にやってまいりました。こじんまりした感じですけども、でも景色がすごいいいですね。はい、窓から見える景色が今雪景色なんで綺麗ですね。ソファーも新しめになっておりますね。それでは飲み歩き行きたいと思います。もう運転疲れました。早く日本酒飲みたい。永楽やってまいりました。人気店なんでね、相席になっております。なんとお通しが2種類もついてるというお得すぎだろう。どうしたらうまい。これはうまいですね。飲みやすい。なんか日常的に飲みやすい感じですね。次のやつ。こっちの方がキレがいいですね。あ、これは辛い。だんだん辛くなって感じ。これもうまいな。バッとに来たって感じ。じゃあ切ってみこう。寒い日にめっちゃいいっすね。きりたんぽってなんなんやそもそも。潰したうるち米の米を杉の棒に先端から包むように巻きつけて焼いたたんぽ餅を棒から外し食べやすく切った食品ということなんですよ。確かになんか餅っぽかった。
白子いただきます。これが秋田か。ありがとうございます。この日本酒今、これがうまいと噂のナンバー6。フルーティーな。日本酒の概念を超えてるなこれ。いやー美味しかったですね。地元の方もね、旅行客も来てて美味しい店でした。さすが Google 評価 4.5。 利き酒セットがねめちゃくちゃお得でしたよ。それではね、まだね6時ぐらいなんですよ。6時15分です。まだ夜は始まったばかりということで、2軒目ね行きたいと思います。これですね、秋田の滝というお店ですね。はい、秋田のね地酒飲み比べセットとか、石狩桶鍋とかあるんですね。ハタハタ焼きね食べたいですね。火打ち鶏もあるんだ。エロ納豆ね、これ秋田ではいろいろのことでエロエロと発音します。なるほど。いぶりがっこ、これ頼みたいですね。ここちょっとねやっぱいろいろ秋田の名物楽しめますね。じゃあ飲み比べセットねいただきますか。また雪の豪舎からいただきましょう。純米酒らしい旨味と吟醸酒の軽快さが調和したお酒で、最初の一口はこちらをどうぞ。うまいな。先ほど別の店で飲んだやつよりもちょっとキレがある感じですね。次赤ですね。ちゃうわ、全然ちゃうわ。あざくらいでしたいただきます。これキレがいいな。そう、キレがいい中にフルーティーな感じくるな。うわ、これ刺身とかで合いそう。太平山ね、太平山どこのお酒やろうって見たら秋田やんけみたいなね。うまっ。こんな感じちょっとあんま味わったことないな。日本酒をなんかジュースにしたのかなっていうぐらいちょっとフルーティーですね。いぶりがっこですね。このいぶりがっこはね、大根を燻製にして米ぬかで漬け込んだね、雪国秋田の伝統的な漬物ということですね。燻製された感じがいいっすね。ワインとかも合いそうな感じ。ほのかにこうチーズっぽいというか、火打ち鶏って言ってた比内鶏でした。これは絶品だわ。なるほどな。宮崎とかもね鶏めちゃくちゃ美味しいですけど、この秋田の比内鶏もまたうまいな。すごい淡白な感じであるんですけど、めっちゃジューシーでこうなんかずーっとこう旨味がねこうずっと残ってくるっていうような感じです。ありがたいですね。やっぱ一生に一回はね行っときたい場所ってめちゃくちゃありますね。まだまだ知らないことが多すぎる。全部体験するまでにね命は尽きるかもしれないですけどね。でもできる限りね制覇していきたいですね。これはめっちゃエロいですね。エロ納豆きました。これ似た感じの宮崎でも食べてた気がするな。ハタハタ焼きもきました。美味しそう。ちょっとだけ身を食べただけでもめちゃくちゃジューシーで、うわーめっちゃ味が染み込んでくる。そしてイカの唐揚げきました。すごい柔らかい。呼子のねイカとかもめちゃくちゃ美味しかったですけど、またなんかこのイカは柔らかくてまたちょっと印象が違いますね。いやー秋田も奥が深いですね。さすがね、なんかさっきどっかの看板にね東北の横綱って書いてたんでね、さすが横綱すごいっす。ちょっとグロテスクな感じがねいいんですよね。うわーこれ独特だな。なんか珍味って感じ。この純菜って取るの結構大変なんですよね。価値があるんですよね。これも珍味やな。ここじゃないと食べられない秋田ならではの味ですね。夕日です。ここでいただきます。
がハタハタ寿司ですね。なんかちょっと想像してたのと違ってたな。いただきます。これ寿司で食べた方がいいな、ハタハタ。塩焼きはなんかそうハタハタらしさみたいなのがね、なんかあんま感じられなかったですけど、寿司はめっちゃうまいね。酸っぱくてこんな味は食べたことないって感じでうまい。これだわ。これね、一回僕家にヒレを買ってね、家で飲んでたことがあるぐらい好きなんですよ。はい、2軒目もね良かったですね。でこのままねちょっと他の店飲んでもいいんですけど、ラーメン屋さんとか行きたいなとちょっと思っております。やってまいりました。ヌードルバーですね。おすすめ秋田味噌ブレンドです。味噌の味がする。秋田味噌の味。そう。はい、秋田の駅前はこんな感じ。最近はどこの駅前も結構都会感出てるな。秋田は思ったよりも都会。はい、ちょっとコンビニでね気になるものを一つ買ってきたんですけども、この秋田名物ババヘラアイスですね。バラの形にこうなんかヘラでこうバラの形にこう仕上げてくれるみたいな。で元祖のところはちょっと違うところだったんですけど、これ食べてみたいと思います。ソーダ&レモン味いただきます。普通にソーダですね。秋田県のイベントや観光地で販売している元祖小玉冷菓のバハヘラアイスですと。バラの花が咲いたように盛り付けるバラ盛りを一つ一つ手作りしたカップアイスですということですね。おばちゃんの職人技まで楽しんでいただきますと。こういうね、これ手作りなんですね。いや、そう考えると価値あるんですね。おはようございます。今7時ぐらいなんですけど、まだ真っ白ですね。はい、それでは朝食いきたいと思います。はい、それでは朝食ざっと取っていきたいと思うんですけど、コーヒーとか紅茶がねいろいろ楽しめますね。トマトジュース、グレープフルーツ、オレンジジュース、ミネラルウォーター、牛乳、豆乳とね、ご飯の食べ比べもあります。秋田小町とめんこいな、そして和食も続きますね。こちら漬物のところにはいぶりがっこがありますね。オリジナルカレーとトウモロコシのポタージュで味噌汁もあります。きりたんぽを作って食べれるんですね。稲庭うどんも食べれますね。サラダも充実してますね。安心です。他にもねいろいろありましたんでざっと紹介しておきますね。こんな感じです。充実。小川の塩も使えますね。ポテトにパンも充実してますね。ハムとかねチーズ類も充実してますし、ヨーグルト類もね充実してて、コンポートなんかもあります。そしてフルーツも充実しております。グラノーラ系ですね。ソフトクリームまで作れるんですね。すごい、あんな感じで調理してます。昼にね結構食べるから控えめにしようと思ったのに、結局取っちゃいました。しかもソフトクリームまで。いきます。コシがめっちゃあるってことじゃなくて、むしろない方なんですけど、うまいですね。ちょっとそばっぽくて優しい味。ご飯食べ比べですね。秋田小町。もう一つのやつがあれですね、メンクイナみたいな感じのやつです。メンコイナですね。すまん、全然わからん。違いがどっちも普通にうまい。それだけ日本のね米の美味しさっていうのはどれも素晴らしいということですね。いぶりがっこといただきます。今ですねだいたい10時ぐらいなんですけども、今日はこのままね田沢湖と乳頭温泉に向かうんですけど、旅は何が起こるかわからないんでとりあえず行ってみたいと思います。行ってきます。何場温泉。なんか静かですね。
露ですね。女性が利用するね専用時間っていうのがありますね。あんな感じで温泉があるんですね。基本的に人がいた場合は撮影ダメです。こんな雪の中入れると最高ですね。いやー気持ちいいな。運よく誰もいなくなりました。ありがたい。この水温はですね結構ぬるめです。ぬるめです。本当に自然のままなんだろうなと思います。これ熱くなったりぬるくなったりするんだなと。でちょっとこう場所によっては結構暑いところもあったりとかですね。ちょっと本当に自然のまま。寒いよ。上がると寒い。はい、乳頭温泉のね加入温泉入りました。一生に一度はしたいことの一つにねこう雪の中温泉入るみたいなのがね僕はあったんですけど、それが念願かなってよかったです。民の湯やってまいりました。妙の湯でした。でこの妙の湯はねちょっと貸し切り温泉ありそうなんで、それ借りれたらちょっと入ろうかなと思います。あ、誠にお寿司枠ございませんが、本日の日帰り入学は終了いたしました。なんでやねんもう、なんでこんなことが起こるん。足くすく温泉まで閉まるの。それではランチ向かいます。街並みを楽しみながらランチスポット行きます。はい、やってました。うまそう。究極の親子丼、これ食べに行きました。いろいろなメディアに紹介されています。セットもあるんですね。さあ来ました。親子丼と何がうどんのセット。これがきりたんぽですね。味噌きりたんぽ。そして開けますよ。いきます。です。想像を超えてきた。濃厚で卵のなんかまろやかな甘みが、これがうまい。そしてこれが稲庭うどんですね。あっさり透き通った味でツルツルした感じでうまいっす。これいただきます。これも味噌が効いてうまい。柔らかくてちゃんと歯ごたえもあってもち感もあって、これもうまい。それではねちょっと武家屋敷も見たいと思うんですけど、なんかプリン売ってるとこがあるんで、そこをちょっとすいません、全く逆でした。ここでプリン買いたいと思います。お、滑らかプリンが完売や。はい、それではですね秋田プリンここで食べたいと思います。いただきます。おお、こんな感じで、うまい。卵が際立ってる。しかもねこれちょっとねチョコが入ってるんでね、ちょうど今日バレンタインね2日過ぎたところですけど、皆さんからバレンタインいただいたと思いながら食べます。悲しい。じゃあそれではホテルに今日向かって、今日のメインイベントですね。今日明日やってるね横手の鎌倉っていうねイベントがあるんですけど、3年ぶりに開催ということでたまたまその日に来ちゃいました。それをねちょっと撮影しに行きたいと思います。はい、ホテルで近くに来たんですけど、まずちょっとね横手の鎌倉どんな感じでやってるんかなっていうのをちょっと下見してからね、そこからホテルチェックインして、歩いて行きたいなと思っております。お、もう結構鎌倉あるな。おお、水神様が飾られてますね。高っ、これめっちゃ高くしてる。横手の最高。テレビ局もね入ってきてるみたいで、まさかそんな中に僕が紛れているなんて。はい、ここからねホテルでチェックインして、そこからまた市役所の方の会場に向かいたいと思います。はい、今日はね横手セントラルホテルさんのこの部屋で過ごします。ちょっとねやっぱ祭りシーズンなんで
ホテルの値段がめっちゃ高かったです。ご飯食べ終わってちょっとほろ酔い気分で鎌倉見に行きたいと思います。やってまいりました。今日のね食事処へのかっぱ来ました。ここでね横手焼きそばとかね、ここの横手のものが食べれるということで、これいただいてから祭りの方行きたいと思います。本日は中華そば焼きそばのみ提供ということで、なんということでしょう。それでいいんです。焼きそば食べようと思ってたんで全然 OK。 横手焼きそばありました。お疲れ様でした。うめー行われました。4年ぶり最後を飾る竹内はこの片面焼きのね目玉焼きがあるのが特徴。あとね横手焼きそばの特徴として紅生姜じゃなくて福神漬けがねついてるんです。ちょっといただきます。B 級グルメって感じ。もうこれが餃子って何もつけずに食べれる。だしが効いてる。なんか味がついてる。これから頑張るから。これが攻めるなんて。さっきのねソースもんもそうですけど、大阪でも全然勝負できる。なんか PR することありますか？ここ秋田県嬉しい3年ぶりの明日知らねち朝の神社朝見に行きます。本当に明日見に行くぞ。絶対来るよ。僕ともお願いします。行きます。いやー明日ちょっと約束しちゃいましたね。明日も楽しみですが、まず鎌倉ですね。はい、鎌倉館にやってまいりました。おーすごい。こっちも行きましょう。おお。いや本当だったらねこの鎌倉の中で甘酒とかをね振る舞ってもらえるっていうのが売りなんですけど、ちょっとコロナの影響で撮影だけでその振る舞いとかはやってないみたいですね。ということでもらいました。アンケートに答えてさっきもらった甘酒自分で飲みます。うまっ。あったかい。この中これも一生に一度はね体験したいことですね。ほっこり横丁。ブラウンプライド釣ったぜ。なんとアントニオ猪木さんが燃えるとこ。ミニ鎌倉が集まってる。これは幻想的や。これはいいっすね。はい、おはようございます。今からね梵天っていうお祭りですね。それもなんか今日やってるみたいなのでちょっと見に行きたいと思います。昨日のお店で見に行くって約束しちゃったんで約束を果たさないとね。今8時半なんですけど、おそらく9時半から10時ぐらいにここに来てもらったらいいみたいな。なんでちょっと出直します。もうメロンパン買いに行こうと思ったらやってる。危ない危ない。こっちに倒れているところでした。
はい、横手のねフレンドールというお店にやってきました。ここは視聴者さんにちょっとお伺いしまして、ここのねメロンパンが美味しいということで、はい、買いに来ました。だいぶもう減ってますね。朝に買わないとすぐ売り切れるということなんでね。はい、神社の方に行きます。はい、旭岡山神社にやってきました。ここにね奉納するんですね。近づいてきた。すごい、こんな寒いのに裸っすね。お祈りしてますね。豆飲めや頑張っていややめられねえや最高でした。はい、祭りの後のね横手公園にやってまいりました。じゃあね、ここで景色のいい鎌倉の前でフレンドールさんのメロンパン食べてみたいと思います。いただきます。冷え冷えいって上から雪が落ちてくるな。いただきます。生クリームがうまい。ケーキ感覚のメロンパンって感じですね。今から行くところはね、今でも強烈に覚えている最高に美味しいジンギスカンでした。はい、いろいろ調べてね、田沢湖に行ったら絶対に寄っておけってね書いてたこのジンギスカン食堂にやってまいりました。ジンギスカン定食1400円、かなり安いと思いますね。このセットで1100円、ご飯はタレもうまい。これは絶対ね、湯と温泉来てこことセットですね。ちょっと僕今まで食べたジンギスカンの中でもナンバーワンと言えるうまさでした。ここは来た方がいいですね。蜂蜜がたくさん売ってます。これですね。蜂蜜ソフトいただきます。ほんのり蜂蜜の味がする。これも絶品だな。さっきのねジンギスカン食べた後なんでもうさらにうまい。でこれ温泉も入ってたらもっとうまいでしょうね。やってまいりました田沢湖。そしてですね、あと達子像ですね。あそこにあります。これですね、達子。なんだ達子像とは。はい、この田沢湖なんですけどもね、田沢湖は達子姫伝説の地でもあり、金色に輝くこのね達子像がシンボルとして有名と。でこの水深ですね、田沢湖は水深は280メートルで一番深いところは423メートルもあるということで、日本で一番深い湖になってるんですね。日によっては湖の色がめちゃくちゃ青くなるらしいです、ね。今日は雪降ってるね、見えないですけど映像でね写真とかで見せたいと思います。達子像の伝説
田沢湖の伝説の美少女達子がかすかな恥じらい、沐浴から上がって何かを待っている、そのような乙女心を表現しています。いやいやいや、秋田のね動画撮っておきながら全然秋田犬出てこんやんけみたいなね、皆さん思ってるし僕も思ってるんですよ。全然いないんですよ。なのでね、ちょっともうお金で解決したいと思います。このお土産屋さんで買い物をすると秋田犬に触り放題ということでね、ここにいますね。さあまずこれにチャレンジしたいと思います。どうしても、ね、出会えないんで。お休みの秋田犬が出てきました。こんな色の秋田犬がいるんですね。買い物したんで3分間触れられます。さあやっと秋田犬と触れ合います。すごい。おお、はい、いいっすね。独特ですね、やっぱ。マスクをやめられる。ありがとう。はい、これでね秋田の旅も全て終了になります。今からガソリン入れてレンタカー返して帰りたいと思います。今回ねちょっと3日目結構昨日も寄ったところにね、戻ったりとか、ちょっとこう効率すごい悪い感じになりましたけど、それぐらいね2泊3日であれば秋田十分余裕のある観光ができるということですね。今回僕の場合は祭りがあったりとかしてね、普段取らない時間も取って、これだけ余裕があったので、本当にね他にも行ける地域あるんですけど、十分2泊3日で秋田満喫できるので、皆さんもぜひね秋田行ってみてください。いやー、雪道だったけど無事に過ぎてよかったですね。だんだんね慣れてきましたね。人間ってすごいですね。やれば何でもできる、そんなことも教えてくれるんですね。まさに旅は自己投資。それでは空港に戻ってまいりました。ありがとうございます。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでね、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。